面から40センチ以内のところから出てくるのが多いそうです。その下の方からです。動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今シーズン7回目となります一軸通信になります。日付で申し上げますと、本日は5月の14日火曜日となっております。この一軸通信を初めてご覧になられる方のために、一軸通信とは何かっていうのをですね、こちらの方に出しておきます。一軸通信とは、7月末まで毎週一軸畑がどのように変化していっているのかをお届けするコンテンツです。で、今回はですね、7R の畑の状態を共有させていただきます。と言いながら、今映っているバックはですね、今 15R の畑です。今別の作業に来ておりまして、15R の畑でオープニングを撮影しております。ではですね、最新の一軸畑の状態、そしてエンディングにですね、5月の作業のですね、状態どこまで進んでいるかっていうのをですね、共有させていただきます。では最新の一軸畑の方を共有させていただきます。この畑はですね、今うちの父がですね、芽かきをしてくれてます。まだ終わってません。途中になります。こういう風にね、まだ2つついてるものがあったり、1本ね、もう決まっているものはこういう状態で、はい、1個だけにして、これ1、2、3、ちょうど4枚、5枚目が転用してきている。これも1、2、3、4、5、これ6枚ですね。6枚目という状態で、かなり大きくなってきてます。このサイズ的に見ると、15センチぐらいでしょうか。という状態になってます。こちらのね、畑は、下手はね、すべて廃場型になっております。なので、基本的にこのような、自然樹形に近い状態での栽培という状態です。先週の末ぐらいから芽かきを開始して、昨日はね、1日雨でしたので、お休みしてましたので、芽かきを始めて1日経ってないぐらいですね。こういう状態になっております。ここもこういう感じ、だいたいやっぱり15センチぐらい、同じぐらいですね、15センチ程度の大きさになってきております。同じくね、判断できないものについては、複数個ね、芽がついているような状態になってるはずですね。多分まだ半分ちょっとぐらいしかいってないというふうに聞いてるんで、こう葉っぱが散乱してるんで、ちょうどこの辺り、今半分ぐらいですね、ちょうどこの辺を今やってるんじゃないかな。そんな感じですね。そうですね、こちら側になるとまだ全然やってないですね。見ての通り、かなりですね、芽がいっぱいついている状態でまだ芽かきをしていないと。基本的にこういうふうになってても芽かきが済むと、イメージ的にはこんな感じですね。うちの父はこういう芽かきをするんですね。基本互い違いにはしてるんですけども、ここの距離は20センチぐらいで、こことここに、これとこれの間を上で広く取ろうとしてるんですね。こちらも同じ考えですね。こことここで互い違いで、上の方で幅を取ろうという考えの芽かき方法ですね。芽かきにはね、正解がないので、人それぞれのやり方だと思います。はい。こちらですと、20センチ切るぐらい、1、2、3、4、5枚という状態になってきてます。で、うちは基本ね、全部秋花剪定を行っておりますので、夏花がついているようなところは、ほぼないと思っていただいて結構ですね。もしあってもですね、取ってしまうパターンが多いですね。置いてても収穫はしないので、そちらにね、栄養を取られるぐらいならということで、基本的に実はですね、夏花は全部落としているような感じにしてます。去年もそうなんですけど、こちらの方の畑は前回のね 10R と違いまして、カミキリムシの被害はほとんどないです。去年もね、成虫は見かけることがありましたけど、被害に遭ってる木はほとんどなかったです。で、現在も見た感じは入ってる感じがいたしません。カミキリムシですね、現在ね5月の上旬なんですけども、5月の下旬ぐらいから6月の頭ぐらいにね、いわゆる鉄砲虫幼虫の方が羽化してですね、成虫になって出てくるという時期になります。なので成虫が発生するのはこれからどんどん増えてくる感じですね。で、カミキリムシね、調べてみると分かるんですけども、1メートルから2メートルぐらいの間に成虫が集まってきて卵を産みつけるそうです。そこからね、鉄砲虫が中を侵食していくと。
でだいたい1年から2年かけて成虫になるそうです。羽化する時は地面から40センチ以内のところから出てくるのが多いそうです。穴を開けてそこから羽化してまた近くの木にですね卵を産みつけるという動作になるそうです。なのでこの木のいわゆる40センチぐらいまでをですねネット等で巻いておくことによっていわゆる羽化した成虫が外に出ないということができるそうです。そうすると次のね被害が防ぎやすくなるそうです。やはり周りに木があるとすぐに違う木にですね卵を産みつけるということをするんですけども、ネットを巻いてあることによっていわゆる外に出れなくなる、出たらネットなんで外に出れなくなるので、次のね卵を産みつけることができないんで被害を減らすというようなこともできるそうです。ちょっとねこの辺私調べてみて初めて分かりました。そういうやり方もあるんだなと。最新のイチジク畑はこのような状態になっております。次はですね挿し木の状態、そして投稿コーナーになります。ではですね挿し木の状態を共有させていただきます。1週間経ちましたが正直ですね変わってないです。こちらですね、先週よりもまた開いてきました。あとはこれかな、見えますか？少しだけね緑が先週よりも出てきた太い方ですね。で残りなんですけども、これとかね動いてる感じがしないです。ちょっと今年はもしかすると挿し木がうまくいってないのかもしれませんね。これもそうですね、なんか動きが感じられない。ちょっとどうなのかな、少し心配です。これはでも動いてるのかな、ちょっともしかすると動いてるかもしれません。ちょっと色がついてきてる感じ。だいぶ気温が上がってきてるんで動いてもいいんですけどね。これも似たような感じですかね。ちょっとだけ色がついてるかなっていう感じ。黒いちじくのね2年目の鉢の方ですね、鉢増しした方は今順調です。よし、こういう感じですね。下の方の細い方からも芽が出てきました。これ結構綺麗に2ついい感じで、これは4つ違う3つか、3つ出てますね。天葉も4枚ぐらいまで来てる感じ。これが一番伸びててこんな感じですね。とはいえ似たような大きさになってきました。でこれが一番最後に鉢増ししたやつなんで、これはまだ1個転用してきた感じですね。のりさん、畑に定植した苗木がそれなりの形になったので5月9日に初めて芽かきを行いました。動画を参考にして欲張らない、横芽下芽を残す、芽の間隔は40から60センチで芽かきを行いました。品種はバナーネとドーフィンです。秋の収穫が楽しみです。同じのりさんですね。とてもですね綺麗な畑ですね。一文字成形もですねとても美しいです。よく見ると支柱もありますんで、おそらく棚番線も作られてるんじゃないかと思うんですけども、昨年からね趣味でやっていますとはいえですねとても美しいですね。ご投稿ありがとうございました。ではですね5月の作業状態について共有をさせていただきます。以前ですね5月の作業についてご紹介させていただきました動画、こちらでもお話しさせていただきましたけども、芽かき、そして追肥ですね重要になりますというお話をさせていただきましたけども、当園ですね作業が完了しているのは追肥作業になります。で芽かき作業ですね、地植えにおける必須作業と言われる芽かき作業、1回目のですね作業の方は今 10R の方の畑と 7R の畑が半分、そして雨よけハウスですね、雨よけハウスの方もドーフィンの方が完了しておりまして、実は今この 15R の畑がですね1回目の芽かきの最終の畑となっております。黒いちじくの方はですねまだやっておりません。もっと後になりますので、ドーフィンのね芽かき作業1回目はこの畑が今最後というふうになっております。こちらですね、いちじく通信の方では皆様のですね栽培しておりますいちじく写真の方を投稿コーナーの方で紹介をさせていただいております。投稿の方法はこちらになります。皆さんの栽培しておりますいちじく写真、そしてその写真の説明文、
そしてご紹介させていただくお名前ですね。こちらは本名じゃなくて大丈夫です。ニックネームの方で結構ですので、こちらの方を記載してメールの方にお送りください。随時ですね、一軸通信の投稿コーナーの方で紹介させていただきますので、皆さんの投稿お待ちしております。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。